2000年6月27日の大阪で一本の電話が全てを変えることになるとは誰も予想していませんでした。大阪市保健所に寄せられたその連絡は、嘔吐や下痢といった食中毒の疑いを知らせるものでした。最初はよくある夏の体調不良だと思われましたが、異変はすでに別の家庭でも静かに始まっていたんです。1人、5人、そして20人と同じ症状を訴える人々が関西の各地で急速に増え始めていきました。夜が来る頃には優勝者が100人を超え、保健所の担当者たちに一気に緊張が走り始めます。倒れた人々全員の食卓を調べていくと、そこにはある共通の製品が残されていました。それは日本を代表する乳業メーカーである雪印乳業が製造した牛乳だったのです。戦後から半世紀以上にわたり、日本人の健康と食卓を支え続けてきた絶対的なブランドでした。誰もが疑うことすらなかったその牛乳が、多くの人々を同時に苦しめる原因とまくされ始めます。しかし、この事件の本当の恐ろしさは、単なる毒素の発生だけではありませんでした。真の闇は、迫り来る危険を事前に察知しながらも、それを止められなかった組織の構造にありました。なぜこれほど巨大な企業が最初の段階でブレーキを踏むことができなかったのでしょうか。その答えを探るためには、このブランドが歩んできた歴史の光と影を紐解く必要があります。かつては信頼の象徴だった組織が、いつの間にか沈黙を重んじる体質へと変わっていたのです。時計の針を大きく戻し、1925年の北海道で生まれた小さな原点へと向かいます。1925年、厳しい寒さが続く北海道の札幌で、小さな酪農協同組合が産声を上げました。酪農家たちが手を取り合い、良質な乳製品を世に送り出すために作った組織が全ての始まりです。彼らは一滴の牛乳にも妥協せず、北の大地から日本の食卓へ安心を届けることを誓い合いました。この純粋な情熱とたゆまぬ努力が、やがて日本中から愛される巨大ブランドの礎となっていきます。戦後の混乱期を経て、雪印はいつしか人々の日常に欠かせない存在へと成長していきました。昭和の高度経済成長期、学校給食の牛乳や家庭の食卓にはいつもあの雪の結晶マークがありました。祖父母の世代から子供の世代まで、誰もが雪印の製品を飲んで健やかに育ってきたんです。北海道の酪農家にとっても、毎日牛乳を運んでくれるタンクローリーは地域の誇りそのものでした。雇用を生み出し、地域経済を支える雪印は、もはや一企業を超えた社会のインフラでした。このあまりにも当たり前となった日常が、人々の心に絶対的な信頼を植え付けていきます。2000年以前の日本社会において、雪印の牛乳を疑うという発想自体が存在しませんでした。ブランドへの信頼は盤石であり、消費者は何の不安もなく製品を手に取り続けていたのです。しかし、その絶対的な信頼の裏側で、巨大組織の内部は少しずつ変質を始めていました。外側からは見えない小さな亀裂が、組織の深部で静かに確実に広がりつつあったのです。年間売上高約7000億円を誇る巨大企業の足元で、何が崩れ始めていたのでしょうか。従業員1万人以上を抱える巨大組織の内側では、効率と生産を優先しやすい空気が現場に広がっていました。老朽化した製造設備やマニュアル通りに流すだけの形骸化した衛生管理が常態化していたとされます。現場の担当者が異変や改善を求めても、その声が経営陣まで届くことはほとんどありませんでした。
誰もがこれまで大丈夫だったからと目の前の小さな問題を先送りし続けていたのです。そして2000年6月、北の大地にある工場で決定的な引き金となる出来事が発生します。2000年6月、北海道の大義工場を突然の停電が襲い、製造ラインが完全に停止しました。この時、製造工程の中には処理中の原料の一部が残されていました。本来であればラインが止まった時点で原料をすべて廃棄し、適切に処理し直すべき状況でした。しかし当時の現場にはルール通りに廃棄することをためらわせる空気が漂っていたんです。出荷の締め切りと生産スケジュールを守らなければならないという強い無言の重圧がありました。止めにくい現場の空気が担当者たちの正しい判断を静かに鈍らせていきました。原料を廃棄すれば生産が遅れ、上部への報告や調整に追われることを誰もが恐れていたとされます。結局、適切な洗浄や処理を行わないまま、製造ラインはそのまま再稼働されてしまいました。このわずかな判断の遅れが、タンクの中で最悪の事態を引き起こすことになります。滞留した原料の中で、目に見えない脅威が爆発的に増殖を始めていたんです。温度が上がったタンクの中で、黄色ブドウ球菌が増殖し、エンテロトキシンという毒素が生まれました。この毒素の恐ろしい特徴は、通常の殺菌処理で加熱しても壊れにくいという点にあります。菌自体は熱で死滅しても、一度作られた毒素はいくら温めても消えることはありません。工場側は加熱殺菌したから安全だと信じ込み、毒素の存在に気づくことができませんでした。こうして目に見えない毒素を含んだ脱脂粉乳が次の目的地へと出荷されていきます。北海道で製造された脱脂粉乳は長距離を移動して大阪工場へと搬送されました。大阪工場ではこの原料を使って関西向けの低脂肪乳が次々と製品化されていきました。誰も異変に気づかないまま製品はトラックに積まれ各地の店頭へと並んでいきます。そして初夏の暑さが始まった6月27日、最初の被害者が病院へと運ばれました。しかし、事態を重く見た保健所が動いた後も、組織の対応は遅れを極めることになります。保健所から指摘を受けたのも、情報はすぐには表に出てこなかったと報告されています。会社側は、社内調査中という言葉を繰り返し、具体的な情報公開を先送りにし続けました。この情報の遅れが結果として回収を遅らせ、被害をさらに拡大させる原因となりました。優勝者数は1000人を超え、最終的には14,780人に達する未曾有の事態へと発展します。日本中が揺れる中、深夜の記者会見で発せられた一言が決定的な亀裂を生むことになります。7月4日の深夜、激しい追及を受ける記者会見の場で、石川社長はカメラの前に立っていました。なぜ対応が遅れたのかという質問に対し、疲れ果てた社長の口から思わぬ言葉が漏れ出します。私は寝てないんだ。というその発言は、テレビを通じて日本中に大きく報じられました。苦しんでいる被害者を前に、自らの疲労を訴えたように受け取られ、社会の信頼は大きく揺らぎました。翌朝、この言葉は怒りとともに拡散され、市場から雪印の姿が消え去ることになります。翌朝、全国の店頭から雪印の製品が次々と撤去され、棚は一瞬にして空白となりました。株価は暴落し、長年築き上げてきたブランドの価値はわずか数日で崩壊の危機に瀕します。消費者は雪印なら大丈夫という盲信から目覚め、企業の姿勢を厳しく監視し始めました。しかし、
事態の解明が進むにつれ、さらに根深い組織の闇が浮かび上がってきます。現場の記録には、実はもっと早い段階で異常のサインが残されていたのです。その後の調査で、停電の発生時に現場の担当者が異常を記録に残していたことが判明しました。しかし、その重要な報告は上部に伝わることなく、組織の途中で滞っていたとされます。悪いニュースを上に伝えたくないという心理が組織の各所で働いていたのかもしれません。一人の悪人が意図的に隠したのではなく、組織の中で沈黙が積み重なってしまったのです。この小さな沈黙の積み重ねこそが事件の本質であり、最も恐ろしい部分でした。まあ大丈夫だろうという慢性的な楽観が組織の深部にまで染み渡っていました。生産を止めることへの恐れが一人一人の少しの沈黙を生み出していったのです。誰かが少しずつ見逃し、誰かが少しずつ黙ることで巨大な危険がそのままスルーされました。その小さな判断の積み重ねが最終的に14,000何百80人もの優勝者を出す結果につながったのです。社長の辞任や幹部の書類送検が進む中、法律だけでは裁ききれない問題が残されました。裁判で問われたのは個人の過失でしたが、本当に変えるべきは組織の文化そのものでした。異論を許さない空気や効率を最優先する体質は法律の条文だけで正すことはできません。だから今もあの沈黙の重みは多くの企業の教訓として静かに残り続けているのです。この事件をきっかけに日本の食品安全に対する社会の仕組みも大きく動き始めます。行政の在り方そのものを変える新たな法整備への道が模索され始めました。2003年、消費者の視点に立った食品安全基本法が日本で新たに制定されました。BSE 問題や食品偽装事件も重なり、食品安全行政は大きな見直しを迫られました。雪印の事件もまた、その流れの中で食品業界に重い教訓を残したんです。しかし、どれほど制度を整えても、一度失われた信頼を取り戻すことは容易ではありません。かつての巨大企業がたどった運命は、現代を生きる私たちに何を問いかけているのでしょうか。雪印乳業はその後、大規模な事業再編を余儀なくされ、かつての姿を失っていきました。おなじみだった雪の結晶のマークは形を変えて今も市場に残り続けています。しかし、あの2000年の夏を境に消費者がそのマークに向ける目は永遠に変わってしまいました。つくのに半世紀、崩れるのはわずか数日という信頼の重さをこの事件は示しています。あの静かな沈黙の残響は今も私たちの日常のすぐ隣で問いかけを続けているのかもしれません。この事件が残したものは食中毒の記録だけではありません。知見に気づいたとき、誰が声を上げるのか、その問いでした。誰かが黙り、誰かが先送りした。その沈黙が14,780人の被害につながりました。信頼は長い年月をかけて積み上がります。しかし、たった一度の沈黙で崩れることがあります。雪の結晶のマークは今も残っている。その問いかけは今も静かに食卓のそばにある。